その時間の3分前ぐらいに行ったんだよね、バス停にね。そしたらそのバスがもう行っていたんだよね。もうすでに出発していたんだよね。その時間よりも前にバスが出発するっていうことがなかったからね、びっくりしたんだけど、皆さんの国ではバスが時間よりも前に出発することってありますか？こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さんお元気ですか？どんな1週間を過ごしましたか？皆さんの1週間がどんな1週間だったか、私のコメント欄でぜひシェアしてくださいね。そしてもし私の動画が役に立ったなと思ったら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルでは N2、N3 レベルの日本語で心がふっと軽くなるお話をお届けしています。はい。さて、ちなみになんですけど、私の1週間はどんな1週間だったかというと、やる気がない1週間でした。やる気がない。いろんな物事に対してエナジーが湧かないという意味です。例えば、今私は仕事をしていないので、仕事を探さないといけないです。新しい仕事を探さないといけないんですけど、新しい仕事を探すときにちょっとパワーがいりますよね。例えば、新しい仕事の内容をチェックしたり、自分の履歴書や職務経歴書っていうレジュメを書いたりしないといけないんですけど、それがちょっとめんどくさくて、今週1週間はやる気がなかったので何もしてないです。ベッドの上でゴロゴロしたり、リラックスして今週は過ごしました。はい。さて、今回のテーマはどんなテーマかというと、日本のいいところ3つについて私がシェアしていこうと思います。皆さんは日本のいいところと聞くとどんなことをイメージしますか？どんなことをイメージできますか？YouTube とか、あとは TikTok とかね、あとは本とかでいいところってすごくたくさん載ってるかと思うんだけど、私が例えばたまにフィリピンに行ったり、たまに韓国に行ったりね、たまにオーストラリアに行ったりすることがあるんだけど、それで帰ってくるときに、これって日本のいいところだよなって気づいたことがありますので、そういう経験も踏まえてシェアできたらいいなと思います。はい。では、一つ目は正確さと便利さです。正確さと便利さ。これは日本に旅行に来た人がみんなが驚くこと、共通のことかもしれないんだけど、例えば電車やバスについてなんだけど、日本の公共交通機関、電車やバスのことを公共交通機関って言うんだけど、本当に時間が正確に動いていると思います。1分遅れただけでもバスの中や電車の中で遅れて申し訳ありませんっていうアナウンスが流れるんだよね。こういうアナウンスが流れるのも日本ならではの光景かなと思います。皆さんの国ではバスや電車が遅れた時、電車の中とかバスの中で申し訳ありませんアナウンスって流れることありますか？私はこんなことを経験したことがあるんだよね。オーストラリアのメルボルンに4ヶ月ぐらい住んでいたことがあって、その時にアルバイトしていたことがあったんだけど、そのアルバイト先が家からちょっと遠かったんだよね。だからバスで通っていたんだけど、そのバスが1時間に1本しか来なかったんだよね。だから私はいつもその時間を Google マップで見て、この時間に来るからこれに乗らないといけないなって思って行ったんですよね。その時間の3分前ぐらいに行ったんだよね、バス停にね。そしたらそのバスがもう行っていたんだよね。もうすでに出発していたんだよね。で、私はその日本で育ったから、その時間を
時間よりも前にバスが出発するっていうことがなかったからね、びっくりしたんだけど、皆さんの国ではバスが時間よりも前に出発することってありますか？よかったら皆さんの経験もね、シェアしてもらえるととても嬉しいです。はい。それからコンビニです。日本ではコンビニが本当にたくさんあります。どこかの例えばアパートとか家に住んだ時は、だいたい徒歩10分以内のエリアにコンビニがあります。コンビニではお菓子とかね、食べ物、あとは飲み物とかも買うことができるんだけど、他にもできることがあるんだよね。それは電気代とか水道代などの公共料金、こういうのを公共料金って言うんだけど、の支払いをコンビニですることができます。皆さんの国はどうかな？あとは荷物の発送とかね、受け取りもできます。例えばこんなシチュエーションが私は考えられるんですけどね。メルカリって皆さん知ってますか？メルカリ。メルカリっていうのは、例えば自分がいらなくなった、例えばこのノートをもう使わないってなった場合に、これをメルカリのアプリで、じゃあ500円で売るとします。その場合、私はお客さんに送らないといけないですよね。お客さんの家まで。その時に、ここで袋でね、閉じて送るんだけど、そういうのもコンビニで実はすることができます。コンビニでメルカリのアプリで QR コードをね、ピッて見せて、コンビニの店員さんに見せたら、そのままコンビニからお客さんのところまで発送してくれます。皆さんもね、皆さんの国でもこういうサービスどうかな？あるかな？皆さんの国のコンビニでは何ができますか？あとはコンビニでできることとして私たちは日本に住んでるとマイナンバーカードっていうね、個人のカード、一人一人番号が違うカードがあるんだけど、そのマイナンバーカードを持っているとコンビニで例えば住民票とかね、あとは他の書類を発行することができるんだよね。で、コンビニって24時間空いてるじゃないですか。だから本当は市役所まで行かないとその受け取れない書類なのにコンビニで受け取れたりします。はい、ここで皆さんに質問です。皆さんの国では電車は時間通りに来ますか？コンビニでは何ができますか？ぜひね、コメント欄で教えてくださいね。はい。二つ目のいいところは、四季があるのと食文化があることです。四季というのは、春夏秋冬のことです。春、夏、秋、冬のことですね。春夏秋冬でただ季節が変わるだけではありません。例えば、花が変わったりします。春には桜が見れます。冬には水仙が咲きます。とかね。あとは夏なら食べ物だったらスイカが食べれるし、秋なら魚のサンマや栗ご飯などが食べられます。あとは冬ならお鍋とかおでんとかね。今の例えば季節は美味しいものがあるから、たくさんあるから頑張ろうって思えたり、例えば春だったら、今週の土曜日はあの公園に行けばね、綺麗な花がたくさん咲いているからピクニックに行こうとか思えるのが日本のいいところだと思います。皆さんは日本の食べ物で何が一番好きですか？何が一番好きですか？コメント欄で教えてくださいね。私が一番好きな日本の食べ物は寿司とおでんです。おでん、皆さん聞いたことありますか？お寿司はね、皆さん聞いたことあるかもしれないけど、おでんはちょっとないかもしれないので、シェアしておくと、皆さんね、もし日本に旅行する時があったら、
冬のシーズンはセブンイレブンでおでんをね、食べることができますので、ぜひね、日本に来た時、冬に日本に来た時はぜひセブンイレブンに行ってみてください。そして好きなね、具、例えば卵とかこんにゃくとかね、あと大根とかいろいろありますので、自分で選んで食べてみてくださいね。とっても美味しいですよ。次は安心感とマナーです。3つ目のいいところは安心感とマナー。まあね、これはよく言われることだと思うんですけど、日本はその比較的ね、治安がいい国って言われてますよね。例えば夜に一人で歩いていてもあんまりその犯罪とかに巻き込まれにくかったり、あとはカフェで荷物を置いたまま席を立っても盗まれたりすることがあんまりありません。でも盗まれることはあると思うんだけど、多分他の国と比べると少ないかもしれないですね。あとは忘れ物です。私ってめちゃめちゃ忘れ物しやすいんですけど、例えば定期券、ここからここまでの期間、この IC カードでね、ピッてやるやつがあるんだけど、あれを高校生の時何回も、というか高校生以上でもね、何回もね、バスの中とか電車の中に置きっぱなしにしたりとか忘れてね、次の日困ったことがあったんですけど、その時はいつもお客様センターに電話したら、あなたの定期券届いてますよっていつも言われて、なくなっても戻ってくるっていうことが何度もありました。というか、なくなって戻ってこなかったことがないです。それはとてもすごいことだなと思います。あとは、なんかスマホをね、こうやってなんかマップとか見ながら歩く時とかあるじゃないですか。新しい街とかに行った時って、例えばその街の地図とかわかんないから、これで見て、こっちなんだ、こっちに曲がっていこうって思ったりして、スマホを持ってたら取られることはないです。ほとんどね。めっちゃ悪い人もたまにいるから気をつけてほしいけど、昼間にスマホを見てて取られることはないです。ないと思う。あるかもしれないけど、聞いたことがあんまりないです。そして、あとはね、配慮が私は日本にはあると思います。周りの人への配慮です。例えば、列に並ばないといけないとき、割り込んで入ったりしないとかね。あとは電車の中では静かにする。道を譲り合う。みんながルールを守ることでストレスが少なく生活できる。これが日本の大きな魅力だなと私は感じています。もちろんね、ルールが厳しすぎることがあるなと感じることもあるんですけど、そのおかげで日本での安心とか安全が守られてるんじゃないかなと思います。私がね、25年間生きてきて、日本ってすごくルールが多いなって思って、なんか生きづらいなって思った時期もぶっちゃけね、あるんだけど、でもいろんな国に行ってみて、初めて、このルールは、この人たちがね、快適に過ごせるようにルールがあるんだっていうことに、私は気づくことができたんですよね。でもどっちがいいとか悪いとか私は言えないですけどね。人によって違うかもしれないですけど、ルールがあった方がやりやすいか、ルールがない方がやりやすいか、それは人によってね、違うと思うんだけどね。はい。以上でね、私の3つのね、日本のいいところのシェアについて紹介していきました。便利さと正確さ。2番目が四季と食文化。3番目が安心感とマナーです。もちろん、そのルールが厳しすぎて日本で生活するのは大変だと思う人もいるかもしれないけど、こういうところがいい部分もあるんだと思っておくと、日本語のね、勉強ももっと楽しくなってくるかなと思います。はい。では、今回のテーマについてのね、シェアを終わっていきたいと思います。
もしこの動画が役になったとか、日本語の勉強になったよとかね、思ったらぜひいいねを押してくださいね。そしてこれからも日本語や日本文化について動画を見たい方はチャンネル登録よろしくね。また皆さんが思う日本のいいところについてもぜひシェアしてみてくださいね。全部読みます。それではまた次の動画でね、お会いしましょう。皆さんの1週間がとっても愛に満ち溢れて素晴らしい1週間となることをこちらから祈っております。ではまた、バイバーイ。